こんにちは、ハルトです。ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。限界はあなたの頭の中にしかない小さなアクションで最大の成果を引き寄せるは J. エイブラハムによって執筆された自己啓発書です。本書は人生やビジネスにおいて高い成果を得たいと願う人々のために書かれており、変革の根本的なエネルギーが考え方と小さな行動から発生することを訴えています。社会の変化が寂しい現代、自己成長や成功への道は多くの人にとって容易ではありません。しかし J. エイブラハムは、多くの限界は実際には外部ではなく自分の頭の中にあることを明らかにし、読者が自らの思考の壁を壊し、自信を持って行動し続けるための実験的なノウハウを提供します。本書は単なるモチベーション本ではなく、結果につながる具体的なステップや戦略を重視している点が特徴です。著者自身のコンサルティング実績や豊富な自力に基づき、仕草や人生のあらゆる場面で小さな勝利を積み重ねることの大切さを解き明かします。ウェブや SNS の普及により情報が氾濫する今、何が本質的に重要なのかを見極め、適地に足のついた自己変革を果たしたいと考えている方にぴったりの一冊でしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、思考の限界を突破する多くの人々が自身の可能性をしなめてしまう大きな理由は、できない、無理だ、不安だといったネガティブな先入観にあります。本書はまず、私たちが無意識のうちに座ってしまっている思考の彼に気づき、それを退白することから始めるように出します。著者 J. エイブラハムによれば、自己肯定感や過去の失敗体験、社会や周囲からのたぶり込みが思考の限界を作り出す主な要素です。ここを克服するための手法として、自己観察やセルフトークの見直し、小さな達成体験への参目などが提案されます。また、現実を客観的に組み詰め直す姿勢も重要です。自分にはできないの根拠を具体的に検証し、本当に根拠があるのか冷静に考えることで、漠然とした不安や恐れが現実とは異なることに気づくことができます。こうして思考の限界を一つずつ解消していくことで、行動の淵も広がり、次第に人生そのものも変化していきます。著者はまず自分の頭の中にありるバイアスを外し、自己の可能性を最大限に信じる重要性を説いています。次に、小さなアクションの積み重ね。この本の大きなテーマは小さなアクションです。大きな変化や成功は一日で危機的な行動をするのではなく、日々の小さな前進の積み重ねから生まれるという考え方が繰り返し提唱されています。例えば、毎日の目標設定や振り返り、そして実現可能な超ステップに分解した行動計画を作るなど、自身のペースで無理なく続けられる方法が紹介されています。著者は、小さな成功体験こそが自己協力感を高め、次のアクションへと自然に導いてくれるとしています。続けることで自信がつき、やがては大きな目標も現実のものとして受け止められるようになります。また、途中で失敗したり迷ったりすることも大切な経験であり、そのダックスに軌道修正しながら進むことを推奨しています。毎日の小さな行動を大切にすることが長期的な成果につながると強調されています。さらに、自己管理とセルフモチベーションの技術、成果を引き寄せるために欠かせないのが自己管理とセルフモチベーションです。本書では、自分の感情や状況を冷静に見つめるメタ認知フィーの大切さや、モチベーションを持続させるための実験的な方法が複数登場します。例えば、目標の具体化や適切なフィードバック、自分に合ったご褒美の設定など、科学的根拠に基づいたテクニックが分かりやすく説明されています。また、セルフモチベーションを高めるには、周囲と比較するのではなく、あくまで昨日の自分にともと向き合う姿勢が大切です。著者は、進歩する実感なかすとしのさ感ダナナがさらなる行動につながる好循環を生み出すことを指摘し、
自分の変化を可視化しやすくするログや目標リストの活用も推奨しています。困難な状況でも自分自身を客観視し、ポジティブな視点に切り替える具体的なコツが詰まっています。そして、成果を最大化するためのフレームワーク、本書の特徴は、理論だけでなく、実験的なフレームワークやツールが豊富にも盛り込まれている点です。様々な成功事力に基づいて編み出されたフレームワークは、誰もが自分の現場まですぐに使いやすい内容になっています。例えば、ゴールセッティングシートや行動記録、フィードバックの受け取り方、改善計画の立案手法などが取り上げられています。これらのフレームワークを活用することで、自分一人だけでなく、組織やチームにも波及効果が生まれ、成果の最大化が可能となります。また、計画と実行を分けることで、忙しい日々の中でも、朝食に前に進める手順が明示されている点も魅力です。汎用な努力でも終わらせず、長術な結果へとつなげるための戦略的な考え方が学べます。最後に、変化を楽しみ、自分らしい人生をがる最後に、著者が強調するのは、変化を恐れず、楽しみながら事業成長する姿勢パヌーです。失敗や錯奪、予期せぬ出来事も含めて、人生は変化の連続です。自分の限界を突破して、新しいチャレンジに臨むには、失敗を否定的に捉えるのではなく、そこから学び、前向きに生かす柔軟な心が不可欠です。本書では、今の自分で十分ぜちと認めつつ、今よりも少し腕を目指す思考法、自分の価値観を軸にした目標設定、変化の中に成長を見出すコツが解説されています。ワークライフバランスや幸福感の追求も注視されており、単なる成功ではなく、満足度の高い人生別にを実現するための指南数として位置づけられています。自己成長を無理強いせず、日々の体験を楽しみ、前に向きな気持ちで人生を歩む大切さを教えてくれるテーマです。結論として、限界はあなたの頭の中にしかない。小さなアクションで最大の成果を引き寄せるは、自己変革やキャリアアップ、目標達成を目指すすべての人におすすめの一冊です。特に現状に満足できず変化を望む方、自分の力を信じきれない方、仕事や人生に行き詰まりを感じている方には、きっと新しい気づきと勇気を与えてくれるでしょう。本書の最大の特徴は、単なる理論や精神論にとどまらず、日常の中で実現できる具体的なアクションと分かりやすいフレームワークが豊富に提供されている点にあります。読者は、まず自分自身の固定観念を打ち壊し、小さな成功体験を積み重ねながら、長期的な成果へとつなげる導きを整理できます。また、自己管理やモチベーション維持のテクニックは、ワークだけでなく、プライベートにも応用が可能で、一生役立つ成長するチャラララにを磨く教材となるでしょう。この本は、多忙で自己成長に使える時間が限られている方でも、無理なく自身の変化を体感できます。他の自己啓発書と比べて、一国性がではない、持続可能な行動変容パニを重視しており、長く使えるノウハウが満載です。自分自身の可能性を広げ、より豊かな人生を手に入れたいすべての人に自信を持っておすすめできる一冊です。ご支援いただける場合は、J. エイブラハム、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。